ロキがハイルディンによって解放され、青生地のような氷結能力を発動、ドラウグルを氷山に変える。皆さんこんにちは、私はシレンナです。ワンピース第1171話が公開されました。タイトルはラグニルです。扉へリクエスト、ゾロの頭に猫耳カチューシャをつける猫。この話のストーリーは前回の続きです。ハラルドが敗北した後、城内は荒れ果てています。小田栄一郎先生は城の各所が激しく損傷した様子を緻密に描いており、以前ルフィたちが見た視点と一致します。ただそれらの死体は十数年後には白骨化していました。ギャバンは頭部を負傷して包帯を巻いており、後の顔のやけど跡はこの戦いが原因である可能性が高いです。ヤルルと少数の兵士だけが生き残りました。シャンクスはかつてのハラルドの言葉やガーリング星から自分に対して言われた侮辱的な発言を思い出し、怒りで腕のあざを強くつかみますが、その後ギャバンに止められます。ギャバンはシャンクスをなだめる言葉をかけますが、そのセリフは消されており、このカットでは彼の顔の傷がより鮮明に描かれています。ロキはハラルドの遺体の傍らに一人座り込み、号泣しています。彼は自分のマントを脱いでハラルドの体にかぶせました。前回の結末からすると、ハラルドの体はすでに砕け散っていたはずです。ロキの運命は本当に嘆かわしいものです。場面は聖地マリージョアへ移ります。イムは息を切らしており、ハラルドの死はイムにも影響を与えたようです。ここのセリフの多くは消されていますが、以前の情報によると、五老星は再び神の騎士団をエルバフへ派遣しようとしましたが、神の騎士団が再び被害を受けることを懸念したイムによって拒否されたようです。イムは巨人族について何かを語り、最終的に双方は相容れない存在であり、エルバフは敵であると断定しました。場面はアウルスト城に戻り、エルバフには再び大雪が降っています。一同は今後の行動について話し合っています。以前の情報によると、ロキは父の名誉を守るため、ハラルドの自殺の真相を口外しないようみんなに求め、自らの力で海に出て父の仇を討つことを決意したようです。ヤルルは反対しましたが効果はなく、ロキは生き残った兵士を率いて海へ出ます。その後、城内での惨劇がエルバフ中に広まりました。回想編はここで終了し、時間は現在に戻ります。ロキは感情をあらわにして当日のすべてを語り、ハイルディンは呆然とし、まるで半年越しにようやく真実が明らかになったかのようです。ハイルディンはロキに謝罪し、彼の解放に同意しましたが、ロキが犯した他の罪についてはまだ許せないようです。新居兵海賊団のメンバーも立ち去らず、皆その場に残って成り行きを見守っています。ロキの最後の手錠が外され、力が徐々に戻り、ルフィも歓声を上げます。その時、巨大な物体が空から降ってきました。それはなんと、キリンガム星が生み出した悪夢の怪物の一つ、ドラウグルでした。ロキは他の者たちに先にエレベーターで上がるよう指示し、自分は直接飛んで上がれると言います。その後、ロキは立ち上がり迎撃の準備をします。彼は少し体を動かし、回廊石が外れたことで力が急速に回復しているようです。一方、ギャバンは自分の子供を心配し、トニーとニーチョッパーとサンジに連れて行ってくれるよう頼みます。サンジは即座にお姫様抱っこで月報を使い飛び上がりました。この話の最後、ロキはルフィがまだ自分のそばにいることに少し驚きますが、ルフィはロキの戦いをどうしても見たくて離れようとしません。そこでロキは果断に実力を示し、鉄槌を振り上げて怪物に向かって跳躍、一撃の氷結び攻撃でドラウグルの巨大な体を完全に凍らせてしまいました。その氷封された体積は周囲の氷山をもしのぐほどです。ルフィは驚愕します。なんだこれは？ラグニルが食べた悪魔の実はリスリスの実で、そのモデルは北欧神話のラタトスクに由来する。このリスは世界樹に住み、罹患工作を得意とし、常に世界樹の頂上と根元の間を走り回っては、頂上で聞いた言葉を根元の悪リューニーズヘックに伝え、頂上の和紙と毒竜の間に猜疑心を引き起こすのだ。では、なぜリスが帯電しているのか？ここで整理すべきは、ロキの実の能力で帯電しているのか、それともリス自体が帯電しているのかという点だ。私はリス自体が帯電している説を推す。当時、ロキは手錠を外していたものの、片足は依然として回廊石で拘束されており、理屈で言えば能力は使えないはずだ。ロキは冥界に6年間囚われていたが、ラグニルはずっと彼のそばに置かれていた。巨人たちはなぜラグニルを持ち去らなかったのか？このハンマー自体が帯電しているからではないか？
第1143話でもハイルディンはルフィに対し感電しないよう近づくなと警告していた。さらにリスという設定には文化的参照元もある。すなわちピカチュウだ。多くの人がピカチュウを電気ネズミと呼びネズミだと思っているが、実はそうではない。ピカチュウのデザイナーである西田敦子氏はそのインスピレーションの源がリスであると述べている。1996年、彼女は電気属性で2回進化できる可愛い生物のデザインを依頼され、当初は大福からヒントを得て耳やその他の特徴を加え外見をスリムにした。可愛さを増すために彼女はリスの特徴を取り入れた。当時ちょうどペットとしてリスを飼いたいと思っていたからだ。小田栄一郎先生は北欧神話のラタトスクとピカチュウの設定を融合させた可能性が高い。したがってラグニルのリスの実はそれ自体が帯電しており、主人であるロキが感電しないの森にかなっている。ではロキが食べたあの伝説の悪魔の実は幻獣種アクリューニーズヘッグ形態なのだろうか。その可能性はある。ラタトスクは世界樹の頂上にいるワシベズルフェルニルとアクリューニーズヘッグを仲違いさせる役割を持つ。ロキはシャンクスに敗れた後冥界に幽閉された。もしシャンクスがワシを、ロキがアクリュウを、ラグニルがリスを象徴しているなら、この対応関係は筋が通る。またゲーム「ゴッド・オブ・ウォー・ラグナロク」では主人公クレートスの外見がハラルドに似ており、小田先生はこのキャラクターをモデルとして参考にした可能性が高い。ゲーム内でニーズヘッグはボスでありクレートスに倒されるが、小田先生は逆にニーズヘッグにクレートスを倒させたのかもしれない。興味深いことに同ゲームのニーズヘッグは西洋のドラゴンではなくトカゲに似た足のある巨大なヘビの姿をしている。ロキのヘビの目を思い返せばここでも合致するように思える。しかしロキの実がニーズヘッグだと推測すると依然として矛盾点がある。北欧神話ではニーズヘッグが世界樹の根を噛み切るとラグナロクが訪れ、9つの世界は3年に及ぶ臨凍に陥る。その後ニーズヘッグは冥界から飛び立ち邪悪な抑制力として新世界で生き残る。だがニーズヘッグが生き残った主な理由は参戦せずに終始樹の根元に隠れて根をかじっていたからだ。エルバフに代々伝わる悪魔の実がそれほど平凡なものだろうか。小田先生はロキを参戦もせず隠れているだけの4足の蛇にはしないだろうし、それではロキのキャラクターとしての魅力も損なわれてしまう。注目すべきはロキが実を食べた際リスが非常に嬉しそうな表情を浮かべていた点だ。ここは伏線であるはずだ。一見不可解なコマにシルエットが描かれており、それはロキの人獣型ではないかと疑われる。これは動物系であることの決定だろうか。フェンリル、ヨルムンガンド、ニーズヘッグといった推測はおそらく単純すぎる。ロキの実がそう簡単に当てられるものだろうか。私はこう推測する。エルバフに代々伝わる悪魔の実は動物系ヒトヒトの実幻獣種モデルオーディンではないかと。エルバフの巨人のモデルはバイキングであり、バイキングが最も崇拝する神こそがオーディンだからだ。リスが武器として身を守っていたのはオーディンがその主人だからだ。壁画に描かれた武器のようにあのリスは本当に槍に変形できるのかもしれない。以上が今回の動画の内容です。最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。もしワンピース漫画の熱心なファンであればぜひ私のチャンネルを登録してください。皆さんの応援が私の動画制作の最大の原動力です。それではまた次回をお会いしましょう。